皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストではアメリカと日本の違いについてお話ししていきたいなと思います。この前動画でお話しした通り、私は11月にアメリカに旅行に行ってきたんですけど、そのアメリカでやっぱり、日本と全然違うなって感じたことがたくさんあったんですね。で、それは別にどっちがいいとか悪いとかではなくて、ただただ23年間日本に住んできた私として、こういう文化いいなって思ったり、初めて経験してすごくびっくりしたこと、そういうこともあったので、今日はね、そういうふうに私が感じたアメリカと日本の違いについてお話ししていきたいなと思います。で、きっとアメリカに住んでいる方はもちろんなんですけど、アメリカに旅行に行ったことがある方だったり、これからアメリカに行きたいなって思ってる方、皆さんに楽しんでいただけるかなと思うので、よかったら最後まで聞いていってくれると嬉しいです。ちなみに私にとってアメリカ旅行は本当に本当に楽しくて、今すぐにでも飛行機に乗って飛んで行きたいっていうくらい大好きな国です。なんですけど、ただただアメリカ大好きっていうお話じゃなくて、ちゃんと私から見てびっくりしたこと、そういったことについてお話ししていきますね。では早速始めていくんですけど、まず一つ目。一つ目に私が思ったことは車ですね。車について。もちろん日本と走る方向が違うっていうのはあるんですけど、今日お話ししたいのはそれではなくて、駐車の仕方ですね。駐車の仕方。駐車っていうのは皆さん車を止めますよね。運転していてスーパーマーケットに行ったり、カフェに行ったりした時に車を止めると思います。それを駐車するっていう風に言うんですけど、この駐車する時にすっごくびっくりしたのが、アメリカってみんな前から止めてるんですね。前向き駐車。入ってきてそのまま入る。駐車スペースにそのままこうやって入っていくんですね。で、なんで私がびっくりしたかというと、日本では基本的にバックで駐車します。バック駐車後ろからどんどんバックしながら駐車スペースに車を止めるんですね。初めてアメリカでその駐車場の景色を見たときに、なんでみんな前から止めてるのって思って、それがすっごくびっくりしたことを今でも覚えてます。で、私は小さい頃から両親に車を止めるときは前向き駐車をしている人の隣には止めないようにって言われてたんですね。出るときとか当たられたら危ないから、その前向き駐車をしている人の隣には車を止めないようにしなさいって言われて育ってきたので、みんなが普通に前向き駐車している景色を見て、すごくびっくりしたんですね。で、私がなんで今まで前向き駐車をしないようにしていたかというと、止めるときは簡単だけど、出るときがすごく怖いじゃないですか。後ろが見えないから、もし誰か後ろに立ってたらどうしようとか、そういうふうに思って、絶対に私も前向き駐車オンリーの場所、前向き駐車しかダメですよって言われているところ以外では、絶対にバックで止めてたんですね。なのでアメリカで前向き駐車をしているというか、それが普通の文化を見て本当にびっくりしました。でもそうやって毎日止めてたら、やっぱりお互いドライバーも歩いている人も気をつける。後ろにこのまま出てくるから、相手も見えてないかもしれないっていう心持ちでみんな生活してるのかなって思ったり、
ちょっとすごく気になるんですけど、もしアメリカに住んでて、逆に私の今の話を聞いて、日本ではバックで止めるのってびっくりした人がいたら、ぜひぜひ教えてほしいです。なんかこんなにも国で、日本とアメリカで、バックで止めるか前向き駐車をするか、こんなにきっぱり分かれているっていうのを知らなくて、すごくすごくびっくりしたことの一つなので、もしアメリカに住んでる人以外でも、そういうふうに前向きに止める文化がある国に住んでいる人は、ぜひぜひ日本ではバックで止めるっていう話を聞いて、どう思ったかどうか教えてくれると嬉しいです。で、これが一つ目ですね。で、二つ目は、車もそうなんですけど、サイズですね。何でもサイズが違う。車もそうだし、スーパーマーケットもそうだし、レストランで出てくるご飯もそうなんですね。で、車が本当にアメリカは大きいなって思って、日本によくある軽自動車って呼ばれる車が全然なかったんですね。日本だけなのかな、軽自動車。日本では、4人乗りかな、なんか小さい車が主流というかメインになってて、もちろん大きい車っていうのもたくさんたくさんあるんですけど、私の感覚的に軽自動車がすごくすごく多いんじゃないかなと思います。同じぐらいかな、軽自動車と、大きい車。たくさん家族で乗れるような車ですね。そういうふうに大きい車を持っている人も日本にはいるんですけど、私の家にある車は、2台が軽自動車で1台が大きい車。普通車って呼ばれる普通サイズの車ですね。なんですけど、アメリカ、私がすれ違った車は、本当に本当に全部大きかったです。トラックも大きいし、普通の車もすごくすごく大きくてびっくりしましたね。しかも結構ね、日本の会社の車があって、ちょっと嬉しくなりました。で、それはいいんですけど、スーパーマーケットですね。私が行ったスーパーマーケット、アメリカで行ったスーパーマーケットが、日本のコストコと同じサイズだったんですね。で、日本のスーパーマーケットって本当に基本的に小さくて、なんて言うんだろう。なんか日本のスーパーマーケットが小さいのか、アメリカのスーパーマーケットが大きいのかわからないんですけど、何個かスーパーマーケットに行って、どこも日本より大きかったので、ちょっとそれもびっくりしましたね。で、レストランのご飯に関しては、量以外にも気がついた違いがあったんですね。で、これが何かというと、ボックス持ち帰りボックスって言うんですかね。ご飯が残った分を家に持って帰る。そういう文化が普通だっていうことを知って、本当にびっくりしました。で、アメリカのレストランで出てくるご飯の量がすごく多いっていうのもあると思うんですけど、店員さんが基本的に聞いてくれたんですね。持ち帰り用の箱いりますかみたいな感じで聞いてくれる店員さんが多くて、それもびっくりしました。日本ではレストランとかで出たご飯は基本的に食べきる、最後まで食べて帰るっていうのが普通で、量が少ないからっていうのもあると思うんですけど、あんまり持ち帰り用の箱をもらえるっていうことがないんですね。もしかしたら言ったらもらえるのかもしれないけど、基本的にはお金がかかりますね。箱代がかかります。すごく安いんですけど、私が一回行ったレストランで、他のお客さんが持ち帰りの箱もらえますかって聞いたときに、いくらかかりますが大丈夫ですかみたいな感じで聞かれていて、そういう感じで日本ではあんまり残ったもの、残った分を持ち帰るっていう文化がそんなに浸透していない、広まっていないので、結構ね、持ち帰るって言ったら、料金を払わないといけないか、それともそもそも断られる。もう
うちにはそういう箱がないので、食べて帰ってほしいみたいな感じで言われることも多いんですね。でも私がアメリカに行って思ったのは、そういう箱が普通にもらえるっていうのはすっごく便利だなって思いました。やっぱりレストランに行ってすっごくお腹がいっぱいでも、持ち帰れなかったらもったいないから食べようとか思って無理して食べることもよくあるんですけど、アメリカみたいに持ち帰りの文化っていうのが主流になったら結構喜ぶ人が増えるんじゃないかなと思います。私はね、大食いというかめちゃくちゃ食べるので、あんまり持ち帰るっていうことにならないと思うんですけど、でもやっぱり小食の人、あんまり一気にご飯をたくさん食べられない人とか、いつも残ってしまう人とか、そういう人にとったらこのアメリカの文化は本当に素敵ないいことだと思います。それはね、結構羨ましいことの一つですね。で、この話は前にもしたんですけど、とにかくアメリカの料理が美味しすぎて、全部美味しいんですよ。ブリトー、メキシコの料理も美味しかったし、ワッフルとかパンケーキとかアイスクリームとかスイーツ系、甘いものももうやばい。本当に美味しすぎて、私はね、その残ったものを持ち帰るっていうことがほとんどなくて、食べきってしまってたんですけど、でもそれぐらいアメリカのレストランで食べるものは全部美味しかったです。もう今すぐにでも戻りたいですね、本当に。で、あともう一つアメリカのレストランで気がついたことがあったんですけど、これは結構最初はびっくりしたことで、店員さんが話しかけに来るんですね。味どうとか、美味しいみたいな感じで聞きに来てくれる店員さんがすごく多くて、というか、どこのお店でもそうでしたね。聞きに来てくれる人ばっかりで、嬉しかったんですけど、最初は正直すごくびっくりしました。日本ではそういうのが全くないんですね。業務的なこと、お仕事っていう形でしか話しかけられないんです。注文するときとか、料理を持ってくるとき、ドリンクを持ってくるときとか、そういうときしか話さないんですね。話すって言っても、こちらビールですとか、レモンサワーですとか、そういうのだけ。本当に業務的なことだけなんですね。でもアメリカではすごくフレンドリーでカジュアルで温かい気持ちになりました。最初はね、びっくりしたんですけど、でもやっぱり数日経ったらそれも楽しくて、すごくいい思い出です。今となればあの雰囲気が懐かしいですね。日本に帰ってきてからレストランとかに行っても、そういうのは一切ないので、ちょっと寂しい気持ちもありますね。アメリカの温かさが恋しかったりもします。で、これが二つ目、三つ目、たくさんお話ししたんですけど、レストランとかサイズとかテイクアウトとか、そういうお持ち帰りの箱ですね。そういうことが私が気づいた違いです。で、次は全然ご飯のこととか関係ないんですけど、お風呂場についてなんですけど、これはね、結構私がアメリカに行って受けた一番のカルチャーショックというか、アメリカに限らないかもしれないんですけど、私が今まで経験してきたことと全く違ってびっくりしたんですね。それが何かというと、お風呂、シャワーを浴びる場所とトイレがですね、同じ部屋にあるんですね。それがね、結構私がびっくりしたことなんですけど、もちろん、シャワーがあって、カーテンがあって、そのトイレがあるんですけど、日本ではそもそも別の部屋なんですね。浴室、お風呂場って呼ばれるシャワーと、お風呂に浸かる場所、バスタブがある場所が一つの部屋で、そこに仕切り、ドアがあって、洗面所、手を洗ったり、歯を磨いたりする場所があるんですね。で、それが基本的にお風呂場のあたりで、トイレに関しては全く違う場所にあるんです。私の家では、お風呂場、洗面所があって、全然違う部屋。
リビングがあって、廊下を歩いてトイレがあるんですね。なので、完全に個室なんです。なんて言うんだろう。その完全に分かれてる。同じ部屋にあるっていうことは、一軒家とかではないんですね。一軒家っていうのは一つの家。マンションとかでもそんなにないと思うんですけど、そういうふうにお風呂場、シャワーとトイレが同じ部屋にあるのは、賃貸って呼ばれる安めのアパートですね。そういうところになると、お風呂と、トイレ、ただカーテンで仕切られているっていう形の場所もあるんですけど、基本的に日本では分かれてるんですね。もう完全に違う部屋として分かれてます。なのでこれがね、ちょっとびっくりしたことというか、最後まで慣れなかったことですね。で、私がオーストラリアで、ホストファミリーと一緒に暮らしていた時も、お手洗い、トイレと、バスルーム、そういうシャワーとかの場所は分かれてたんです。なので私にとってそういう風に同じ部屋にあるっていうのは初めてで、最初はちょっと困惑しました。どうすればいいんだろうってなったんですけど、でもね、多分それも文化の一つというか、でもそれもただ私が泊まっていた場所がそうだったのか、アメリカ全体的にそうなのか、私にはわからないんですけど、もしアメリカに住んでいる人が私の動画を見ている人の中にいたら、ぜひ皆さんの家でどんな感じか教えてくれたら嬉しいです。これが私がアメリカに行って気づいた日本との違いですね。で、結構ね、私自身、どこの国でも適応しやすいというか、結構どんな文化でもすぐに合わせられる性格なんですね。韓国に行った時も、台湾に行った時も、インドネシアも、オーストラリアも、そして今回のアメリカも、もちろん全部、ちょっとずつ日本と違うところがあるんですけど、2、3日経ったら基本的にどこでも生活できる性格なんですね。合わせやすいというか、結構いろんな文化に対して、ショックを受けるんじゃなくて楽しもうって思う。そんな考え方なので、結構ね、どこでも楽しめるっていうのはあるんですけど、でもやっぱりそういうふうにいろんな国に行って、いろんな文化の違いとか、ちょっとしたことですね。例えば、残ったご飯を持って帰るための箱が無料だとか、あとなんだろう。スーパーマーケットがめちゃくちゃ大きいとか、そういう風に、ちょっとした違いを見つけるのも楽しいし、それが海外旅行の醍醐味の一つだと思うので、結構ね、楽しかったです。で、最初にも言った通り、私はアメリカが本当に好きで、もう、またね、アメリカのいろんなところにも行きたいし、もし皆さんアメリカに住んでいる人がいたら、ぜひぜひアメリカのどこがおすすめか教えてくれると嬉しいです。本当に行きたい。で、ちなみに私は静かな場所、結構自然が多い場所が好きなんですね。都会よりも。なので自然が多くてご飯が美味しいところがあったら、ぜひぜひ教えてください。そしてアメリカ以外でももし皆さんが住んでいる場所とか、皆さんが旅行に行ったことがある中で、ここすごく楽しいよとか楽しかったよっていう場所があったら、ぜひぜひ皆さんコメントで共有してくれたら嬉しいです。ちなみに私が日本旅行でおすすめしたいのは、福井県かな？恐竜博物館があるので、福井県はすごくおすすめです。他にも雪がふかふかっていうのもあるし、楽しんでもらえると思います。で、私が住んでいる奈良県もすごく自然が豊かで、そんなに都会でもないし、ゆったり過ごしたい人には本当におすすめの場所です。私はね、奈良県にずっと住んでて、本当に好きな場所なので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。
今日の動画も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。